動画をご覧いただきありがとうございます。ほとりアクアリウムのほとりです。今日はですね、こちら見ていただいてわかる通り、左側ですね、こちら。ですね、これ、外部フィルターを交換しました。今まで A ハイムの500を使ったんですけども、これが寿の番号何でしたっけね、400どんだけだったと思います。寿のパワーボックスですね。パワーボックスの、40どんだけだったと思うんですけども、そういうものを使ってます。で、この金魚水槽ですね。この大きいチームの水槽を見ていただいてわかる通り、以前飼ってた金魚とちょっとメンバー替えというか、してます。で、なぜかというとですね、ちょっとね、ほとりの仕事の出張中に、金魚が3匹星になってしまったんですね。おそらく水質の悪化によって星になったんだと思うんですけども、前から使ってたその A ハイムの500がですね、水漏れしたり、あと、一体その A ハイムの500を丸ごと掃除したんですよね。フィルターの中も全部きれいに掃除してみたんですけども、どうやらその A ハイムの500を使うと、だいたい水替えしてから4、5日ぐらい経つと、金魚にモヤモヤが発生してたんですよね。で、これってその時期的に秋口だから水温が下がって金魚にモヤモヤが発生したっていう形ではなくてですね、どうもこの水槽の中だけでそのモヤモヤが全ての金魚に発生していましたので、おそらくフィルターが原因だったのかなというふうに思います。水漏れが発生したり、モヤモヤが定期的に発生はしてたんですよね。で、それがフィルターのせいなのかなと思ったのは、ついここ1ヶ月ぐらいですかね。で、それで何回か水替えしたり、あとフィルターも掃除したりしてたんですけども、運悪くというか、ちょっと出張に行ってて、2日間ほど全く金魚のこの水槽が触れなかったんですよね。で、そのタイミングで、この金魚の水槽の中の3匹が星になってしまって、この3匹以外のピンポンとかも結構発見した時は、かなり危うい状態で、横に倒れてる金魚とかもいたんですよね。底の方で横になってしまってる金魚もいて、結構、かなりまずい状況で、その中でも4匹ですかね、4、5匹生き残ってくれて、で、ちょっと他の水槽からね、また金魚を持ってきて、この大きいチームの中で、育ててるという風な感じです。そんな感じで結構最近、ここ数年でいくと一番ショックな、ね、出来事でしたね。金魚が、大きいチームで飼ってた金魚が星になってしまうというのは結構、ダメージが大きかったです。そんな感じでなかなか手が届かない時に、水質が悪化して病気になってしまうっていうのは、一番星になってしまうリスクも大きいので、これからね、出張とかがある時は、なるべく水替えをしてから出かけようかなというふうに思います。かなりショックではあるんですが、生き残った金魚を次いかにうまく育てていくかっていうのがね、その不手際を克服する、唯一の手段かと思うので、今飼ってる金魚を大切にしていきたいと思います。そんな感じでですね、新しく買ったこの寿の外部フィルターの設置の様子をちょっとね、ご紹介したいと思います。で、本来ね、これ、60センチから90センチ用のフィルターだったと思います。ちょっと説明書を見てないんですけども、商品買うときにそういう風に60から確か90って書いてたような気がします。で、本来ならばね、これ45センチのスリム水槽なので、ダイレクトにもうそのまま使ってしまうと、結構ね、水流が強すぎるんですけども、こんな感じでですね、水流の障害物になるものを置けば、多少強めの水流のフィルター、例えばこれだったら45センチ水槽なので、それに合ったフィルターがいいんですけども、今回これ60センチから90センチ用の外部フィルターです。それでもあんな感じで、エアレーション、エアストーンを障害物にして水流を弱める工夫ができればですね、問題なく使うことができます。こんな感じで、排水口の近くは結構ね、水流がきついんですけども、エアストーンを置くことによって水流の障害になって、こっちの右端の方とか水槽の前面の方は水流がかなり弱まってます。こうやって工夫することによって、その水槽に合ったフィルターよりもさらに大きめの排水量、吸水量が多めのフィルターであっても使うことができるので、こんな形で真似していただくというか、参考にしていただければいいなというふうに思います。もちろんね、その水槽に合った規格サイズが一番ですので、それを選ぶのが本来の選び方っていう風なところです。
はい。ではですね、早速ちょっとこの外部フィルター、寿の外部フィルターパワーボックスですね。これを設置している様子の動画を撮ってみましたので、ぜひご覧いただければと思います。これからね、購入しようと思っている方なんかに参考になるかなと思いますので、ぜひご覧ください。それでは、どうぞ。はい。それでは今回ね、こんな感じで、寿の外部フィルターの設置、パワーボックスの設置ですね。あと、こんな感じで、少し、使ってる水槽よりも少し水流が強めの吸水量、排水量が多めのフィルターを使う時の工夫なんかをね、ご参考にしていただければいいなというふうに思いました。今後はちょっとこの水槽は新しいメンバーになるんですけども、新しいメンバーで大切に、育てていきたいと思います。それではですね、今回の動画は以上になります。今回の動画が面白かったよ、役に立ったよと思う方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今後も金魚アクアリウムに役立つ楽しい情報をお届けしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では、また。